ボンジュール。皆様いかがお過ごしですか？今日はパリのとっておきのレストランにご一緒しましょう。これらの画像でもうお分かりでしょうか？そうです。かの有名なラ・トゥール・ダルジャンです。このチャンスは日本の九州でレストランを営む方から私にもたらされたものです。この方を動画の中ではムッシュ・イグレックとお呼びすることにします。ムッシュ・イグレックはカナルディエという資格をお持ちのガストロノミーレストランサービスのプロです。私はこのディナーがとても楽しみです。このレストランには私は雑誌の取材などでも何度かお邪魔したことがあります。ですが実際にディナーを楽しみながら撮影したりということはこれまで経験がありません。今回この動画を作るにあたっていつも取材の時にお世話になっているラ・トゥール・ダルジャンの方から事前にご承諾をいただいています。それではレストランに参りましょう。ラ・トゥール・ダルジャンの創業は1582年。440年以上の歴史があるわけですね。最近では2022年から2023年にかけて大規模な改装が行われました。今この地上階がバーになっていて、レストランを訪れるゲストはここをウェイティングスペースとして利用します。そしてスタッフの方に導かれていよいよレストランフロアへと向かいます。440年の歴史を物語る品々がここに展示されています。1911年に現在のオーナーファミリーであるテライユ家がこのレストランを受け継ぎました。アンドレ・テライユ氏はカフェ・アングレという当時の名店の娘さんと結婚したんですね。2代目オーナークロード・テライさんとサルバドール・ダリが食事をしているシーンがあります。ここに軍服が展示されています。クロードさんは戦時中空軍に所属していて、ある夜に仲間と一緒にここに戻ってきて地下のカーブに壁を作ったそうです。どうしてかというと、当時パリは占領下にありましたから、占領軍の人たちが良いワインを勝手に飲んでしまわないようにするためだったそうです。世界中の王侯貴族たちを迎えてきたレストラン。日本の昭和天皇がお食事をされた時の資料もこのように真ん中に飾られています。レストランフロアへはこのエレベーターで参ります。そしてエレベーターの扉が開くと、このような空間が目の前に現れます。テーブルの上にはこのレストランの歴史を感じさせる銀食器が美しく磨かれて置かれています。お水はこの銀のタンバルでいただきます。
これを使っているレストランというのは本当に珍しいと思います。まずはシャンパーニュ。ノートルダム大聖堂が目の前に見えます。ちょっと失礼してレストランの中を撮影させていただきましょう。このレストランの改装前の状態をご存知の方にとっては随分明るくなったという印象を持たれるのではないでしょうか。窓が大きくなり、以前よりもさらに豊かなパノラマを享受することができるようになりました。オープンキッチンになったのも改装による大きな変化の一つです。ここではすでにキャナール・アラ・プレスのソースの準備が始まっています。いわゆる血のソースと言われるものです。まず最初に肝臓を丁寧に潰してコニャックとマデラ酒を加えているそうです。ムッシュ・イグレックさんがこのレストランを裁縫する理由はもちろん名物の鴨料理にあります。とりわけキャナル・アラ・プレスを味わうためです。その後ろには1890年にこの料理のレシピを体系化した当時のオーナーフレデリック・ドゥレールの肖像画が飾られています。テーブルに戻ってアムズブッシュをいただきましょう。Chips de tapioca, céleri, sésame. Donc on ira avec une tartelette de sel et un tartare de dorade et une gelée de poisson sur le dessus. Le chef vous recommande d'y aller dans l'ordre expliqué, ça a du plus léger au plus puissant en bouche. ここからのノートルダム大聖堂の眺め、最高ですよね。またこの天井、改装の時にこのように新しく生まれ変わりました。まるで港の灯台のようなイメージです。これがメニュー。鴨のユーモラスなイラストがアクセントになっているあたり、とても現代的ですよね。これがワインリスト。まるで百科事典みたいでしょ。レストランの地下カーブにはそれこそ先代のオーナーが空軍の仲間と守ったボトルもあるんでしょうね。Volnay premier cru. Exactement. Millésime 2002. ムッシュ・イグレックはこの膨大なワインリストからこの一本を選びました。レストランのサービスの方々のコスチュームもとても素敵だと思いませんか？彼女が私にコルクを示してくれました。もうこの時点で夢のようにエレガントな香りが立ち上ってきました。23年間熟成されたブルゴーニュワイン。まずはソムリエさんがワインの品質を確認。そしてワインを注文したムッシュ・イグレックがテイスティングをします。その上で私のグラスにこのワインが注がれました。ワイングラスのたっぷりとした感じ、それでいて足の部分、ステムが本当に細くって
繊細そのもの。縁の色がほんの少しレンガ色がかっているのがわかるでしょうか。見事に熟成されたワインの証ですね。この時点でカモが登場しました。キャヌトン・フレデリック・ドゥレー。キャナー・ア・ラ・プレスを体系化したオーナーの名前がついたカモ料理です。これ1羽で2人分あります。これをさばくのがこのお料理の見どころの一つ。熟練の技をどうぞご覧ください。カナルディエというのはカモ料理をテーブルサイドで完成させる特別な技能資格を持つ人のこと。カナルディエ組織本部というのがフランスのルーアンにあるそうです。ムシュ・イグレックはその資格を12年前に取得されていて、カモ料理が有名なラ・トゥール・ダルジャンにもすでに2回訪れているそうです。まさにその道のプロの方と一緒に体験するラ・トゥール・ダルジャン。まな板を使わず空中でカモをさばいています。これこそまさに見とれてしまいますね。丸いナプキンの上にスープカップがセッティングされました。 Madame, Monsieur, traditionnellement à la Tour d'Argent, nous débutons toujours les dîners par un potage pour réveiller les papilles pour la suite de votre menu. Ce soir, je vous invite à découvrir l'avant-goût qui va se constituer d'un ragoût de mori et d'un velouté froid à base d'asperges blanches. コース料理の最初にスープをお出しするというのがラトゥール・ダルジャンの習わしのようです。森湯岳のラグー、そこにホワイトアスパラがベースになったブルテが注がれました。しかもこの時は6月初夏ということもあって冷たくしていただくスープです。レストランのロゴマークが刻印されたバター、そして特製のパン。Je vous présente ici le foie gras mystère. Voilà. 神秘的なフォアグラをお持ちしますとギャルソンさん。はい、こちらがガチョウのフォアグラ。レストランの名物料理の一つで3工程のフォアグラという名前がついています。このお料理は1867年3人の皇帝がカフェ・オングレで会食した際に生まれた歴史的なお料理。3人の皇帝が召し上がったということで3皇帝のフォアグラというふうに命名されたのだそうです。ムシュ・イグレックの前菜はラングスティーヌ・ロワイヤル。エビは少し温かい絶妙の温度感でお皿に乗っていました。そしてこちらの丸い器に入っているのはラングスティンの身の部分をタルタルにしたもの。野生のウイキョウがアクセントになっているようです。
お皿に文字が書いてあります。これは先代のオーナークロードさんの座右の銘だそうです。快楽ほど真剣なものはないと訳せるでしょうか。人々に究極の快楽をもたらすレストラン、そのパッションを示すとても印象的な言葉ですよね。添えてあるのはトリュフのコンフィ、アプリコットのチャツネ。このブリオッシュの中にはトリュフ風味たっぷりのクリームが仕込んでありました。このフォアグラの色をご覧ください。まさにバラ色ではないですか。お味の方もその名にたがわぬ極上の美味しさでした。先ほどの場所で何やら仕上げの工程に入っている様子。もしかしたら私たちの鴨料理がいよいよ登場するんでしょうか。やはり私たちのためのお料理だそうです。Madame, Monsieur, je vous invite à découvrir le premier service du canard Frédéric Delair. Vous allez pouvoir retrouver sur le trident un gésier caramélisé cuit façon barbecue. Dans le centre de l'assiette, le filet de canard avec sa fameuse sauce au fond réalisée à base de carcasse de canard, madère, cognac. Et vous pouvez retrouver également en accompagnement des pommes soufflées, Madame, Monsieur. Très belle dégustation. これ面白いですよね。こんな風に串刺しになってるんです。そして先ほどの熟練のギャルソンさんが取り分けてくれたお肉に血のソースがかかっています。血のソースと聞くと野生的な感じで食べにくいものなのではと想像してしまいませんか。ところが今回いただいたものは本当に洗練されていて、臭みというものをほとんど感じません。フィレ肉の方もまた同様にこの上なく繊細なテクスチャー。それは素晴らしいお料理だと思いました。ムシュ・イグレックがこのレストランを裁縫する理由もまたこの料理にありましたので、予約の際にこの料理をリクエストしてありました。そしてこの風船のようになったポテトフライ、ポムスフレ、これにもいろいろと逸話があるようですよ。そしてこれがラトゥール・ダルジャンの伝統である鴨のシリアルナンバーです。1890年から始まったもののようで、私が今回いただいた鴨は119万7396番目でした。このお皿ご覧ください。フォークのための穴がちゃんと開いてるんです。まさにこのお料理のために設計されたお皿。羽のモチーフがとてもアーティスティックに表現されていて、まさに芸術品のようです。ちょっと失礼してお皿の裏側を拝見。なるほど、リモージュのシルビー・コケとのコラボレーションなんですね。鴨料理は2回にわたってサービスされます。2皿目はもも肉の部分がベアルネーズソースと一緒に出てきます。ムシュ・イグレック曰く、以前ラトゥール・ダルジャンを訪れた時もやはりもも肉にはベアルネーズソースだったそうです。
彼がこのお肉のテクスチャーを表現した言葉がとても素晴らしいです。まるで極上のハムのようとおっしゃったんです。これは全く言い得て妙。野生的な臭みがなくて、噛んだ時に筋張ったような感じが全くしないんです。そして鴨の皮の部分がパリッと焼かれていて、鴨の脂分ですとかその焼いた風味とが相まって、お肉の味わいに奥深さが備わっています。この極薄のタルト生地に入ったものは砂肝をベースにしたもののようなんです。小さなサイコロ状にカットしてあって、それをスモークしたような状態でじっくりと火入れしている。その旨味の塊みたいなところに鴨の皮を焼いたものをパウダー状にして振りかけてあるんだそうです。現代のご当主アンドレさんがご挨拶に来てくださいました。おじい様と同じファーストネームですね。Écoutez, joyeux anniversaire, vous êtes à la bonne adresse ce soir. Merci beaucoup, Il ne fallait monsieur. pas aller ailleurs. ここでチーズの登場です。ムシュイグレックはヤギのチーズ、それからエポアス、ブルゴーニュのチーズもチョイスしていました。ブルゴーニュのワインにブルゴーニュのチーズ、最高ですね。ムシュイグレクのワインのセレクションは全く見事でした。このワイン、時間が経つにつれてどんどん変化していったんです。おかしな例えのように思われるかもしれませんが、最初はエレガントな女性だと思っていた人が実は男性だったというように変貌を遂げる感じ。骨格ががっちりとした、それで鉄のような香りを帯びてくるワインに変化を遂げていったんです。そしてプレデセールの登場。デザートの前のお口直しというものです。バニラ風味の自家製ヨーグルト、そしてルバーブのソルベ、赤いフルーツのジュレ、そしていよいよデザートです。こちらはマドモアゼルシロップというラトゥール・ダルジャン特製のもの。コアントローやマンダリンなどがブレンドされているようです。さて、何が登場するか、皆さんご想像がつくでしょうか。お砂糖、そしてレモン汁、そしてここで先ほどのシロップ、さらにオレンジジュースを加えます。バターを少々とおっしゃいましたが、なかなかの量ですね。ここにクレープが入ります。いよいよハイライト。はい、こちらがラトゥール・ダルジャンの名物デザート、クレープマドモアゼル。そこにフロマージュブランとアイスクリームの間のようなものでしょうか、それを添えてあります。
コース料理の締めにはプティフールまで登場しました。これもすごく魅力的ですが、もう私はさすがにお腹いっぱいです。いかがですか？大充実のラトゥール・ダルジャンディナー。日がすっかり暮れて、ここで私たちは退席したいと思います。するとサプライズが待っていました。あのエレベーターで下へ降りて帰路に着くはずが、なんと私たちを屋上に連れてきてくださいました。ここからはエッフェル塔もノートルダム大聖堂も一望できます。なんという贅沢なシチュエーションでしょうか。いかがでしたでしょうか。このとびっきり贅沢なディナー体験。この動画を通じて一緒にお楽しみいただけたなら幸いです。最後に、ここからの昼間の風景などもお届けしながら動画を締めくくりたいと思います。ここまでご覧くださいましてどうもありがとうございました。この動画が良かったと思われたら、どうぞ高評価ボタンをお願いします。そしてコメントもお寄せくださいませ。チャンネル登録がまだお済みでない方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。動画制作への励みになります。では、また次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。